おおむね今現在順調に運んでいるよというメッセージは降りてくるんだよね。セブン・オブ・ペンタクルとエイトで、あなた自身コツコツやるべきことをやってきて、おおむね順調にいっているにもかかわらず、ど真ん中にドーンってなぜかソードの天が来てんだよね。だけどね、やっぱりこれはね、どうやらひょっとすればね、過去の男、恋人だよねに惹かれているのかな。今現時点のあなたとは次元が合わない。だけれどもそんな恋人にとてもパッションを未だに感じてしまっている自分がいるよっていうメッセージが降りてくるね。で、キングのソードとしてかっこいいね。結構アウトサイドなね、魅力がある方じゃない。この社会のど真ん中を生きてる人じゃないかもしれないね。で、あなたに対してこの方の方からも熱烈アプローチが来るよと、ちょっとせっかちなくらいの見えています。あなたが今のステージでやるべきことに関してはできてるんじゃないかな。とても順調っていうメッセージが降りてきますので、だからかつてあなたが成長の過程で意地悪な言い方すれば利用した存在なんじゃないかな。厳密には利用しようと思ってたわけじゃないんだけど、一時自分が目指す道とは別の道を歩む人に興味を持った、そういうことってあるでしょう。これ掘り下げていくと、自分の弱さだったり逃げの口実だったりするんだけれども、その時育んだロマンスがね、その時はあなたの裏腹な気持ち、あるいは反動形成の欲求を満たしてくれたんだよね。一過性だけど、その時あなたが感じていた壁、苦境を乗り越えるだけの元気を与えてくれた人なんだよね。この方のおかげであなたはかつての危機を脱することができた。あなたの中では2つ気持ちがあるはずだよね。この方に対する感謝の念と、やっぱり自分とやっぱりステージが違うから、この方は自分はもう自分の生き方、俺は俺の道を行くっていう人なの。だからずっと平原なんだよね。次元が変わんない人だけど、あなたは上昇していく。だから感謝の気持ちと、あなたをこの方を使い捨てたような罪悪感の2つを持ってるはずなんだよね。で、これが今カルマとなって、あなたがそのかつて蒔いた種、そのカルマの種の良くも悪くもね、それが今その実って開始の時に来てると。で、その答えのカードがデーン、テンオブソーズってね、かなり辛辣なのが来てるんだよね。この方はね、まだあなたが図らずも自分を、あなたをね、あなたが
あなたの歩むべき道を歩むことを助力したっていうことに気づいてないと思うよ。この方はもっとね、ニュートラルに捉えてる。うん。あなたほど深刻ではないはず。あなたはその当時の自分が人生に行き詰まった時に、その成功法では突破できないと感じた時、その時に、とっても意地悪な言い方になるけど、逃げの口実としてこの方の存在っていう方にね、あなたのその機運がはけてったんだよね。そういうことってあるでしょ、人生の中でね。1回2回だけど、この方は自分があなたにとってどういう自分が思ってる以上のね、この方は多分あなたのことを普通に女性として愛してますよ。ただ自分が思ってる以上の影響をあなたに与えたとは感じてないんじゃないかな。だからそこがなおのことなんか切なく感じるんじゃない、この方に対して。私にとってあなたはとっても本当に重要な存在なんだよという気持ちを、この方はまだ知らない。知ってほしいっていう気持ちもあるかもしれないね。だけどなかなかそこは言えないわけであって、さっき言ったいきさつがあるでしょ。自分が自分の課題に挫折したね、そのフォローとしての一人ではもうどうしてもいられなかったから、誰かにすがりつきたかったから、この方をね使ってしまったっていう、なんかそういう負い目みたいなものがあって、なかなかこの方に自分の本当の気持ちを伝えられない。でさらにはもう今は互いが別のステージに至っているっていうとこかもしれない。おおむねこの現象界におけるね、ルールにのっとればあなたはとってもうまくいってるっていうのが出てるから、じゃあ傍から見たらそんなに悩む必要ないよって言われるかもしれないけど、やっぱりあなたの中ではとっても引っかかってるんじゃないかな。で結構ね、このお相手様もね、なんか結構せっかちにあなたにアプローチかけてくるよっていうカードが、もしくはもうかけてきてるかもしれないよね。あなたの魂のね青写真を全て見てるわけではないんだけれど、なんとなく感づいてるかもしれないよね。自分との関係性の中であなたに受肉されたカルマという動機をこの方も心残りという形で感じている。それでちょっとせいてるかもしれない。なんで俺こんなにこいつに引き寄せられるんだろうなって、なんか力を感じるなって、そういう気持ちでいるかもしれないね。一番この根底のねとこなんかもうこれハーミットなんだね。孤独っていうかこことも言えるけどね、結構崇高な孤独だよね。もう体育座りして結構やっぱりね悩んでるよね。あなたの中でとってもね重要な問題だっていうことで。どうかな。だけどカルマを刈り取る、その借り入れ時っていうことで考えれば、テンオブソードなんで、やっぱりねズバッと断罪なのかもしれないよね。これ現象界のルールで言ってもそうなんじゃないかな。やっぱりそれは分かってるけどといったとこかもしれない。今のあなたにもうこのお相手さんはふさわしくない、次元が合わない、彼は同次元を同じ次元をねずっと生きていくから。
そういう生き方をね良しとしてる方なの。あなたはひょっとすれば八方美人なところがあるかもしれない。かといって今のあなたにとってこの方がマイナスに作用してしまうことに気づいてないってことはないと思う。気づいてなければこんなに悩まないだろうから。おおよそこの方もねうっすらとしかね気づいてないんだよ。もし本当にこの方がね自分はねあなたにとってね今もあなたを前進させる起爆剤となりうるね大きな力を持った存在なんだと信じているんだったら本当にそれこそ哀れなピエロだよね。あなたも胸を引き裂かれると思うけどうっすらとしか気づいてないんだよね。結局この方のことをあなたの中ではその陰性の部分ダークゾーンで今も愛してしまっているんだよ。この方に対する愛を陽の側日の当たる側で展開していくことにやっぱり現実的にはやっぱ難しいっていうことなんだろうね。だからあなたもなんかこう陰陽で引き裂かれてしまうようなねそういうジレンマの中にいるのかな。かつてねこの方と共闘して引き裂いた現実っていうのはその時やはり引き裂かれるものだったんだよ。だけどもねある意味その不純な動機としては不純な動線で入っていった愛の中でねこう関係性を持った人との接点がやがて負のカルマとなり今己に返ってきてしまってるんだよね。だけどあなたも熱いんだよなやっぱりな。エイス・オブ・ワンズで結構燃えているよ。あなたの魂のねパリの空は今も燃えてる。誰にも理解されなくてもいいって。これ私の芸術なんだと。燃えてるよ。ひょっとすればあなたはねこのカルマの種をね一緒に来世に持ってっちゃうかもしれないね。最後のエース・オブ・ペンタクルス。このカルマもなんか一緒になんか成仏しますみたいな。霊界帰ります。欲張りだね。だけどなんか熱いスプレッドだな。すごくなんかこう煮えるものを感じるね。ただかわいそうだけどやっぱりすごく悩んでるのは悩んでるやっぱり。絶望だからね天音無双像は。しかもそこにハーミット来てるからねもう相当考え抜いてこの状態だからね。まずねこのお相手様のね意識っていうのがねあなたに対する意識っていうのがどん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 高まっていくよと。増長点急成長を遂げていますと。あなたを守らなきゃと思ってるかもしれないよね。ひょっとすればあなたは今また苦境に陥っていてこの方が何とかしなきゃとあなたのもとに駆け寄ってくるあなたに対する想念がどん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 大きくなってるよっていうのが出てます。増長点でエースのワンズにかかってるのがこの普賢菩薩様だけれども後でが口癖になってませんか。行動を促す力をものすごく感じますよね。
とっても会いたいんじゃない？もうこの方に。ひょっとすれば、このカルマな存在に。あなたにとってはひょっとすれば、そのダークゾーン、かつての言い過ぎかもしれないけど、その黒歴史というか、もう戻ってはいけない時期に出会った方。なんだけれども、もう気持ちが抑えられない、会いたいというような意識。普賢菩薩様、行動を促しているっていうのがすごく感じます。もう今すぐあえて普賢菩薩様にって、それはちょっと普賢菩薩様はそこまでは、それはちょっと言わないかもしれないけど、ただあなたのなんかこう、今根底にあるそのパッション、情熱に対して、その体現を促してるのかな。その思ってるだけでいいのって。タイミング逃したらね、もうそれで終わりだよって。もう恋はタイミングなんて言うけど、本当にそうだからね。本当にほとんどタイミングって言っても過言ではないぐらいのタイミングだからね。この日光月光菩薩様、陰陽、太陽と月だけど、あなたのハートの面で、その陰と陽のその二つとも価値があるんだっていうメッセージが来るかな。あなたがその自分の中でダメだと思ってることがそんなにダメなことじゃないんだよって。ひた隠しにしなくちゃいけないと感じていることはそうでもないんだよって。陰の側を陽の側へ、陽の側を陰の側へと。あなたが思ってるほど深刻ではないんだよって。そこにキーが隠されているかもしれないよね。セブンのペンタクルにかかっててさ、あなたがコツコツ努力してきたこと、今までどのようにして自分が今まで培った経験、スキルね、どうやって使っていこうかなって考えた時に、あなたがその良きことに使うべきだと考えている良きことのそのフィールドをね、フィールドがそのちょっと狭まってませんかって。あなたが囚われてること、あなたがダメだとしてることが意外にダメじゃないかもしれない。良いことは良いことでいいんじゃない。ただあなたがなんかすごく負い目を感じてることが意外にそうでもないんだよって。なんかどんどんこの彼が輝いてくるね。キラ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 。あなた戻っちゃうね、本当に。戻っていい相手なのかっていうのがちょっと私もあれなんだけれども、これもそれね、多種多様な方法を試してくださいと千手観音さん、なんかこの方が言ってるみたいだよね。もっとなんか自由になれよと。お前何悩んでんのと。お前の視野狭まってるよと。もちろんお前のやってること、やってきたことは素晴らしいことだよと。だけどそれだけじゃないだろうと。もっと自由になれと。やばい。この人がなんかどんどんいい人に見えてきてしまってる。私自身もこの方の魅力になんかちょっと惑わされ始めてるのかな。ちょっとカードが素敵だからね。なんかそういうだけどメッセージが来るな。だけどいいんじゃない？もう10オブソードでもう一回今相当悩んでるし、もうやっぱコテンパンにメンタル面ではやられてる。あなたは。
だけどそれで一回いいと思うよ。カルマの収穫時、あなたが過去にそのやったこと、ちょっと自分の中で不本意だったこと、なんかそれが一回ここで展開されるじゃないかな。リセットされる。ちょっとスプレッド見ると、なんかこの方との関係性にまたなんか、エネジーがなんか集約されていくっていうのを感じちゃうね、私はね。この方との関係性を大っぴらにできないにしてもね、あなたは密かにこの方とね、育んだ。二人で育んだね。ひょっとすれば今生で新たに受肉したこのカルマを大切にね、霊界へと向かうんじゃないかな。ちょっと欲張りだけど、罰は当たらないよって。そんなメッセージが降りてきます。ご両親のうちか、ないし、自分がとてもセキュリティされる場所で、この場所では得られない淡い恋を期待している。まだおぼこい恋を。ずーっとその状態が続いている人だよってメッセージが降りてくる。とってもね、安定を求めてる方っていうメッセージが来るんだよね。ひょっとすれば前生で早く亡くなっちゃった方かもしれないね。だからね、少しね、用意周到、臆病になってる方じゃないかな。もうスマホがプップってなんか、そうだよって答えてんだけど、それはさておき、ただ今の状況で言っちゃうと、ナインオブワンズで、寸止めなんだけどね。寸止めなんだけど、やっぱり手負いで行き詰まってしまうっていうのが、見えるね。本当は抑制型の方なんだろうけど、ここへ来て非抑制型の人間に、ちょっと、エッジが立った、尖った人になっちゃうよっていうのがね、出てる。誰にでも平等に公平に接しようと公明正大であろうというね、意識の裏にいつも不安がある。
完成したはずの自我境界が自身の中にある疑念によってね、知らず知らずに溶け出してしまってる方じゃないかな。だから無意識のうちに周りの人たちにね、自分軸を奪われてしまっている方、他人の評価をね、気にすまいと自己暗示をかけ続けている方っていうメッセージが来るよ。そんなはずではなかったのに、自分自身の価値をね、他人に認めてもらわずにはいられない方、自身がまぶたの裏にさ、目を閉じてね、まぶたのスクリーンに霊的視力で捉える、心の目でその捉える天使の存在にもなんかちょっと疑念を抱き始めてるよって。本当にそうなのかなって。本当に私にとってのその神聖な存在なのかなって。いつも疑っているよって。なぜか。やっぱりね、前章でね、こう、やっぱり自分の性を、この根性の地での性を思いっきり謳歌できなかったことが影響しているよってね、降りてくるね。だから今回そのね、生まれてきたその理由っていうのは、やっぱりまず自分自身の命を大切にするっていうことだと思うんだよね。だけれどもそれだけだとやっぱ生まれてきた以上、やっぱりいずれ死ななきゃいかん。魂の器である肉体を喪失しなくちゃいかんわけだから。だから自分の命を大切にするというだけではやっぱり自己完結してしまってるんだよね。何もしなければ、生まれた以上やっぱりね、こう肉体を喪失する時は来るわけだから。だからちょっと過剰になんか前章から引っ張ってきてる記憶に怯えてしまってるのかもしれないね。それでとても保守的な動きを見せてると。ただ当然やっぱそれでこのね、現世での一生が事足りるわけではないと。当然やっぱりメンタル面で不具合が出てくるわけで、あなたをね加護してくれる人だって生身の人間だから、あなたをずっと守るわけにもいかないわけだよね。もしあなたが自分自身をね自愛することだけで、例えば一歩も踏み出さずにその淡い何か新たなインスピレーションを願っていても、なかなかそれを体現することは難しいかもしれない。そのインスピレーションを取ることはできるだろうけど、それをこう具現化していくこと、体現していくことはなかなかやっぱり難しいと思うんだよね。だからあまり多くの時を使いすぎると、やっぱりね、あなたのちょっとメンタルがねトゲトゲしくなってくるっていうのがこうスプレッド出てんのかな。だからやっぱそのなんか本当はなんか冒険がしたいんだと思うんだよね。冒険がしたいんだけど、やっぱりなんか自分のことをこう守っちゃう、過剰に守っちゃうのかな。だからね、親元とかね、あるいはもう腐れ縁の恋人、もう終わった恋人なんだけど、なんか半年に1回ぐらいとかさ、もしくは3ヶ月に1回とか、たまに会ってね、なんかだけどそういう付き合いがとても、良くないとは思ってるんだけど、なんか楽だっていうね、なんかこう一つの居心地を感じてしまってるって。だからミノムシさんのようになんかこうミノにくるまれて、心地いいとは思うんだよね。だけれどもとてもその小さな世界に
ミクロな世界の中で、やっぱちょっと、保守的になりすぎてるのかな。だから今章のその課題っていうのが、自分の命を大切にすること、なんとか延命を図ってこう長持ちさせてあげることとすれば、そろそろそのカルマのエネルギーが燃焼する頃だよと、燃焼しきる頃だよと、そろそろ動き出した方がいいよという、そういう形でなんかこう借り入れ時が来てるかもしれないよね。物質的にはとても恵まれてるっていうのが出てるから、全部ペンタクルだもんね。どん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 。これだけなんか恵まれてるのに、あなたが望むその、純度の高い原始的な恋のね、あり方っていうの、インスピレーションは取れてるかもしれないけど、実際これがやっぱなかなか得られないんじゃない？やっぱり一歩踏み出してそのグレーゾーンに入っていかないと、なかなかこう現実のこう現象としてのその化学反応が起きてこない。想念のレベルでは、降りてくるのは降りてくるんだろうけれども、なかなかこう私たちの言うね、この根性の地に生きている私たちの言うその現実の世界になかなかこう反映してこない状況なんじゃないかな。だから意識のレベルでダメだと分かっていても、霊的レベルでどうしてもその拒否することができない。公明正大でありたいという気持ちはものすごく強い。だけれどもその公明正大な行動がなかなか起こせない。やっぱりどうしても自分が可愛い。それはそうだよ。誰だってそうなんだけど、やっぱなんか自分を守ってしまうじゃないかな、すごくね。守ることは大切だけど、守りすぎてその他者とのね関係性の発展を失ってしまっては元も子もないからね。この世に生まれて生きて自分の人生を編み出して、やがてね死ぬ時が来る。その間にやっぱりこう展開がないとね、まず自分が自分として存在していることは最低必須条件で、そこまで行かなきゃいけないんだけど、たどり着かなきゃいけないんだけど、そこがスタートラインだからね。その状態で止まってるというのはもう自己完結してしまってる状態だから、だからやっぱなんかこのままいくと今章はただ自分を大切にするだけで終わってしまう。その危機感予感を得てしまっている自分を否定しながら生きている人かな。意識のレベルでダメな私、ダメな自分をね愛しながら生きているのとはちょっと違うかもしれない。意識のレベルでは自分を否定している、ダメだと思ってんだけど、前章で蒔いた種に今もしがみつきながら生きてるのかもしれないよね。そのカルマの種をひょっとすればまだ根性の地で植えてないのかもしれない。その種をポケットの中に入れてさ、まだずっとしまってんのかもしれないよ。私も巻きたくないわって、根性の地はこれでいいのって、今の状態でもいいのって、私は成長しないって、ミノムシさんのようにねミノンの中入っちゃってんだよね。だけどやっぱこの状態で最後までやっぱいけないっていうのが出てるから、だんだん殺伐としてきちゃう気持ちが。あなたを守ってる人もね、いつまでもあなたを守ってられない。あなたを守ってる人には守ってる人、この方にはこの方にやっぱ課題があるから、やっぱこの人はやっぱこの人の行くべきところがあるから、
ね。このね、やっぱ未来をね、表す側にはね、このチャンスを逃すなっていうメッセージがものすごく強いね。大徳明様、渾身の一撃を繰り出すのは今ですと。もう逃しちゃいけない。もう結構時間いっぱいいっぱいまで来てるんじゃないかな。これ以上今の状態を引き延ばしちゃいけない。マリシテン様もそうだね。素早く行動するのが肝心ですと。今行動しないと全て陽炎で終わってしまうよと。そもそもこの現象界は陽炎なんだけれども、ね、閣僚のその投影である写しようだから。だけど本当に陽炎で終わっちゃうよ。すやすやね、眠っているあなたをね、せっついてるんですよ。起きなさいって。ね。あなたをね、全肯定しているこの大日如来様だけれども、やっぱその命を大切にするってこと、根性の地ではあなたをしっかりとこう育む。そのあなたのそのボディ、この魂の受け皿であるその体、肉体を大切にしなさいと。そのことに関しては全く否定しませんよと。あなたの決断何も間違ってないと。今までしっかり自分の命を引き伸ばしてきたと。これは間違いないっていうカードが来てる。で、このそして愛禅明王様だけれども、メッセージとしてはね、まずはあなたの周りの人を大切にしてくださいということだけども、なんかね、あなたの中のやっぱり欲望、愛禅様だからね、はっきり言えば愛欲だよね。恋愛に対する欲求をもっと出しなさいってことかな。もっと信じなさいと。それを活用しなさいと。真ん中にこの2 of Cups を掲げてるけれども、この淡い想念だけではなかなか体現しない。もっと自分の中にある、野心かな。愛に対する野心っていうのをもっと燃やさなきゃダメだよと。でないと本当に全部陽炎で終わっちゃう。根性の血が。なんかなんていうかな、根性の地に生まれてくるにあたってあなたがこの地にね、まかなきゃいけない種をポケットに隠してるんだったら、もうまいてみなさいと。あなたひょっとすればそれが早死にというカルマの花の種じゃないかと恐れているのかもしれないけど、そうじゃないよと。それは冒険の種だと。根性の地にまいて水をやって花を咲かせなさいと。もう十分自分を守ってきてるし、前生の無念はね、もう十分晴らしてるんだよと。だから何か隠し持っている種があるんだったら、それを今からでもいいからまきなさいと。愛禅様言ってるよ。とってもね、大きな花を咲かせるよって。必要以上に恐れてはいけないよって。そういうメッセージが来ます。だからどうだろうな、カルマの借り入れ時っていうよりカルマの種まき時かもしれないね。これからまく時かもしれない。
まあ英気はね随分養ってるからね、本当に綺麗な花がね咲きますよ。それをね自分の尊念の中だけに留めていくのは、ちょっとやっぱりずるいんじゃないかな。この現象界で咲かせてあげないと、いけないと思います。戦い続けてきた人、これからもしばらくはその戦いの気質が残る、ってメッセージが降りてくるね。クイーン・オブ・ソーズ。結構深い因縁を持ってらっしゃるっていうのが出てるよ、デビルが。まあ体の5の位置に来てるんだけども、ご自身が持ってるこの傷、弱さとか怪我、ひょっとすればいじめとかね、病気かもしれないし、それが生きる原動力だったりする人かな。ひょっとすればそのカルマがご自身の存在理由に置き換わってしまっているのかもしれないね。いつしかこの負のエネルギーがね、自分を前へ推し進める原動力になっていたっていうことに無自覚だったんだけれども、今いよいよ自覚しようとしている。それがそのカルマの借り入れ時として来てるんじゃないかな。ファイブ・オブ・カップスなんかも自分のなんか本当の価値みたいなもの、今までなんかシャニムニやってきたけど、なんか、本当の価値みたいなものになんか気づいて、ふとなんか、なんかこう自分がいなくなっちゃうような、何かそういう寂しさを感じるよね。今までなりふり構わず、時に体裁なんかかなぐり捨ててね、この社会の底辺に這いつくばって人の矢面に立ってさ、よく頑張りましたよね。それでもいろんなね嫌なことがあったけど、それでもまっとうに生きてきた方だけども、ちょっとがむしゃらになりすぎて見落としてしまったものあるんじゃないかなって、気づき始めてる時なんじゃないかな。トゥーオブカップスがね真ん中に来てるんだけれども、まだ少しなんかこのなんていうの、無邪気な人とのこう戯れみたいなものに対する何か不安、疑心暗鬼みたいなものがあるんだけど、ただ未来の位置にはねテンオブカップが来てるから、これから多分とても良いんじゃないかな。まだその戦いの気質、今までその自分の生きてきたその方針みたいなもの、イズムみたいなものが残るけれど、とても良いところへ行けるっていうのが出てるよね。だからもうなんか白黒はっきり
つけすぎちゃう気質かもしれないね。そこが、これがちょっとなんかとても支配的にあなたのその思考パターンに働いてて、ここがなんかうまくコントロールできるといいかもしれないね。今まではやっぱりこのもう白黒はっきりつけてね、ズバッズバッともう断罪してもう前進んでいかないとさ、進めなかった人生だけど、もういよいよその段階はもう終わろうとしてる。まあこのデビルだけがね、やっぱちょっと不穏なパワーを発してはいるんだけれども、十分あなたの方が、まあ、強いよっていう、言葉が降りてきますね。これからはね、今まで頑張ってきた自分を褒めて認めてあげることだよね。そしてもうネガティブな原動力がなくても、あなたという独立したアイデンティティが人に認められます。そしてまた愛されます。そのことをね、これから、どんどん確かめていきなさいと。で、無我夢中でね、生きてきた中でね、ご自身は無意識にね、自覚してなかったと思うんだけど、知らず知らずに巻いてきた良きカルマの種が今実ろうとしているよと。あなたのこれからの人生をとても豊かなものにすると降りてきてます。もう大成就、テンオブカップ。別にね、有名人じゃなくてもね、あなたが人知れず達成してきたことはとても偉大なことなんです。だからね、いつか天に召されね、霊界に帰るとね、あなた超有名人になるよ。あなたの類婚、ソウルメイトたちがね、よく頑張りましたと、偉大だったよと。みんなね、あなたを称賛するってね、メッセージ降りてくるよ。もうね、十分やったの。もう戦ったの。まだ少し不安が残るかもしれない。このデビルもなんかもうワイルドにね、手を差し伸べてきてるけれどもね、このエネジーも感じるかもしれないけど、もうあなたのそのアイデンティティ、独立したこの古いカルマのね、カルマのエネジーからこう独立したあなたのアイデンティティを脅かすものではない。あなたが勝ったんだよ。なんかね、これからはね、あなたの人生の戦いの証として燃焼し続けたカルマはね、胸に秘める形で独立したあなたの個性を楽しんでください。ね、この2オブカップス。そうするとね、ここにつながっていくよ。10オブカップ。大成就に。法相如来様がね、やっぱり自分のフィルターを外してみなさいと。まだやっぱりね、今までの思考パターンの癖みたいなのが残ってる。だけどそのフィルターを外すといいよと。で、マリシテン様、素早く行動するの肝心ですと。
もう今その時なんだよ。だから自分でも信じられないくらいの幸せが今後展開されるんじゃないかな。そこで危ぶむ中で、この今後サッタ様がさ、このデビルにかかってんだけど、一歩一歩の歩みを大事にしてくださいと。あなたの今までの闘争というものは確かなものだよと。ね。今までの人生の歩みが確かな礎となって、これからあなたが自分でも信じられないような幸せが展開していくよと。つまりは、その幸せは信じるに足りるものだよと。信じていいものだよと。サッタ様は言ってるよ。もう過去はまあ過去として、今のあなたにその疑念を投ずるものではない。だからこれから展開する幸せっていうものを受け入れなさいだね。福成就如来、この空のように自由な心を持ちましょうと。まあ今までの人生に、今転換期が来て、そして何かふと自分からいなくなってしまいたいような、今のままでいいのかなっていう、自分の本当にピュアな部分を解放してもいいのかな、いいんじゃないかなっていう、ファイブ・オブ・カップスにねかかってんだけど、そうだよな、あなたの気持ち、ピュアな心っていうのをね解放しなさいっていうのが来てるね。まあこの白黒をはっきりさせたいという高圧的なパワーを感じるジャスティスなんだけど、大アルカナね、これはこれとして、自分の気質として、自分の中にあるねピュアな想念というものを解放してあげるといいと思うよ。そうするとね、ふわーって開けていくんじゃないかな。それは高次元の世界が認めてるんだよ。ふわーっと広がるときにその疑念を持つ必要はないよ。それはあなたの前に広がるべくして広がる幸せなんだよ。天性が降りてきますね。これからの人生はね、あなたのその闘争のカルマ、あなたが戦ってきたその原動力としてのカルマをあなたのアイデンティティとしてすり替える形でのね、その自分ではすり替えた形の自分ではなくて、本当に自分のアイデンティティ、自分自身として、人生を謳歌できるんじゃないかな。まあね、いつかね霊界に帰った時、あなたは有名人ですよ。本当にあなたよく外界で頑張りましたとね。あなたの成長がさ、霊的成長が同時にね、宇宙のこの大宇宙の成長につながるんだから。だからあなたはね霊界でスターですよ。